はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は11月20日新月から12月5日満月までのエネルギーを星の補足説明しながらタロットリーディングしてみたいと思います。よろしくお願いします。カペラノートありがとうございました。カペラノートは、11月の末までに皆さんにお届けしますので少々お待ちください。それから11月の20日からちょうど新月に合わせて PDF も発売になりました。紙媒体ではなくね、データとして手元に持ちたい方や iPad で書きたい方なのかは PDF をお勧めしています。カペラノートと全く同じ状態にしていますのでよろしくお願いします。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。女帝、ペンタクルスのキング逆、マジシャン逆、スター逆、ソードキング、バンドの3逆、ソードページ逆ですね。気をつけることや対策がカップの10逆とペンタクルスのナイト、そしてオラクルはデビルの逆です。ほう、なるほど。一つ前に出した動画ね、よかったらご覧ください。新月のエネルギー解説のクイックメモです。で、それを踏まえた上でなんですけど、獅子座さんにとってはこの新月って実は4ハウスというところで起こるので、こう家庭のこと、家のことを見直したりとか、一番は4ハウスって内側、自分の心とか安心できる場の空間っていうことなので、さらにそれがね、さそり座のエネルギーでっていうことは本当に安心できる場所をもう一度作り直すっていうことで、家の中を見直したりとか、環境とかもしくは誰かとの関係においてもなんか役割だけでつながるっていうんじゃなくって、本心でつながれるっていう、そういった自分にとっての安全基地を作るような、何かここから育っていくベースを整えるような動きがあるんじゃないかと思います。なんかそれがこのカードで見た時にやっぱオラクルがね、デビルの逆っていうのはこれまでの不安を手放すんだなってすごく思いました。今までは怖いから、何かがなくなってしまったら怖いからこうしておこうとか、恐怖とか不安から駆られた行動で何かをしていたとしたら、安心なんだっていうか、これで大丈夫なんだっていうその基盤を作っていくっていうことになる感じがするので、恐れを手放す、今までのコンプレックスや不安っていうもの、もう自分が何かにとらわれてしまっていた思いがやっと外れるよっていうことだと思うんですね。なので本当に豊かに過ごしてほしいと思います。特に新月は11月20日なんですけども、11月の22日以降ね、太陽がいて座に入ると獅子座さんにとっては本当に楽しいっていう感じで、もう本当にウキウキなエネルギーだと思います。人生楽しんでいいんだとか、私だってチャレンジできるじゃないかとか、何かクリエイトしていく喜び、想像していく喜びっていうものが溢れてくると思います。11月30日まではまだ彗星が逆行してるとはいえ、ちょっと見直したりとかね、交通手段とかコミュニケーションは注意とはいえ、もう12月の1日になったらもう金星も社交性とか豊かさとかお金とかっていう金星もいて座に入るので、もう本当にパーンってスタートみたいなスタートの鐘が鉄砲が鳴りましたみたいな感じで、獅子座さんはなんか飛び出していけるみたいな、そんなエネルギーがあります。でそれもこれまで結構計画してきたこと、実は願っていたことだったり、本当はもっとやりたかったんだけどちょっとタイミング見てたよとか、なかなかスタートしづらかったっていうことに関して、その状況がそうなるからスタートしてるっていうのではなく、自分の意識がそのとらわれから解放して、もう大丈夫なんだ、これでいけるんだって思えるだけでめちゃくちゃ自由じゃないですか。こうすればいいんだっていう解決策ができたら、現状がまだそうなってなくてもものすごく開放感とか安心感ありますよね。そんな感じがします。なのでこれまで計画してきたことのなんか方向性だったり対策だったり、そういうのが決まったり、またはそれに対して本気でやろうとか、本当に向き合おうっていう、なんかこの真正面から向き合いたいっていうようなカードが出ています。これはソードのキングっていうのはちょっと厳しいカードでもあって、
ちょっとちゃんとできてるのかなとか、もっとちゃんときちっとしなくっちゃみたいなエネルギーもあるんですけど、でも真正面を向いてるんですよね。おそらく自分がやっていきたいことや守っていきたいものや作っていきたいものに対しもう真正面から向き合いますみたいな、そんな感じだと思います。でさらにその後ワンドの3の逆ということですごく未来が明るいんですね。あ、これで大丈夫、こうなってああなってこうしていけばいいんだみたいな、すごく期待が膨らんでますね。ただ細かいことはいろいろ決めなきゃいけないっていうか、一人で決められなかったりとか、その道って一本だけじゃないので、一本の王道の道が見えたとしても途中でこうしたいなああしたいなっていうのも出てきたり、気にかけてあげなきゃいけない人がいたり、ケアしなきゃいけないものがあったりということで、細々したものはちょっと調整は必要なんですけれども、ただ全体像としては非常に晴れやかな明るいスタートを切れるなっていう感じがすごくしています。なんかちょっと勢いに乗りすぎて突拍子もないことまではしなくていいかなとは思うんですけど、本当にこれまで奥の方で、自分の心の奥の方で心配していたこと、恐れていたことっていうものから本当に解放されますねっていう流れです。はい、ちょっとね、なのでもう一つ、ちょっと先に仕事のことを見ようかな。一番もう強調されているのはそこだったので、それをお伝えしました。ちょっとお仕事のことを先に見てみましょう。仕事、カップクイーン、運命の輪、女教皇ということで、とってもいいですね。今のこの11月20日からのエネルギーにすごくマッチしてます。獅子座さんが持ってる自分の感性っていうものはすごく響くし、イマジネーション豊かにこうしていきたいっていう企画力っていうのかな、想像力がすごくかき立てられてる感じがありますし、また女教皇のカードっていうのはものすごく聡明なんですね。自分の専門的な知識を生かしていきたい、これをもっと膨らませていきたいみたいな形ですごく考えてます。戦略を立てているっていう感じもします。でさらにそこに運命の輪っていうカードが出てるので、自分が本当の自分で生きていくために与えられてる仕事があるなっていう感じがします。自分でその仕事に誇りを持ってやっていけるとか、何か道が開けてくるチャンスがあるんだと思います。これは同じ仕事をしていたとしても、その霧が晴れることによってすごくクリアになったり、新しい目標ができたりっていうこともありますので、お仕事に関してはチャンスの流れが来てますね。でそれをただ運任せにせずに、ご自身でもすごく考えて、自分の感性で、自分のアイデアで技術や知識経験を使ってやろうとしてるっていうことなんで、すごくいいと思います、お仕事ね。でさっきなんで仕事のこと先に見たかというと、ペンタクスのナイトね、ペンタクスのキングっていうカードも出ていて、その将来的な展望っていうものは素晴らしいんですけれども、実際に身になるかって、収益が入ってくるかっていうのは少し時間をかけて構築していくみたいなんですね。焦らないっていう感じです。目先のお金で目先のお金につられて安売りしないみたいな感じかもしれません。本当に価値のあることの基盤を作って、そこから育てていくっていう、そこにはやっぱり多少の時間をかけた方がいいのかなっていう感じがしますね。だから焦らないでねっていうメッセージだと思いました。そしてちょっと、人間関係見てみますね。人間関係、また出ましたね。ワンドの3、マジシャン、ワンドのページということでいいですね。もう本当この新月にぴったり。もともとの新月ってその前の動画でも言ったみたいに、本当に誰かとの深い関係性が際立つんですよね。なのでもしかしたらお仕事を一緒にやっていこうというようなコラボレーションだったりとか、一緒に契約するっていうこともあるかもしれませんし、これまでの関係の中でも新たな関係を築いていける、要するに自分の不安とか恐れとかを取り除いた上での本当の関わりっていうものができるのかもしれないし、非常に人間関係は将来性を見ているっていう感じがあります。
こう今だけっていうんじゃなくて、今関わる人、ここから関わっていきたい本当の関係性っていうのはこれから先の自分の人生につながっていくんだみたいな、そんな感じがあります。そしてマジシャンというカードも出ているので、新しいつながりがありますね。新しい関わりがあると思います。これは全くまっさらに新規の方っていうことで求めている方は出会いを求めていったりとか、そういうのもいいですし、仕事上の関わりでもいいですし、プライベートでも何でもね。でもとってもなんかまるで今ここからつながっていく人って来年もつながるよねみたいな、そんな感じがあります。そうですね。で、あえて何かアドバイスっていうか、カードが教えてくれてることとして言うと、ワンドのページなので、ページっていうのはまだ若い、ほやほやのっていう感じがするので、ちょうどこの11月の20日以降、特に22日以降のいて座に入ってからのエネルギーっていうのは、獅子座さんにとってはもうウキウキでいいんですよとか、ほやほやでいいんですよ。自分がすごい熟練者で経験者で全てを完璧にやらなくてはならないわけではなくて、いつもリフレッシュな感覚で自分がまだ未知の可能性がたくさんある自分っていうものを自覚しながら、それを信じながら楽しんでいってねって感じがするんです。だから最初から例えば条件でこの人はベストパートナーだとかっていうんじゃなくて、こう心のままに関わって一緒に何かやっていく上で楽しいことがあるかもしれないし、まだまだ化学変化があるかもしれませんねっていう感じです。だからあまりここでも出てますけど、あまり物事をこういうもんだみたいな感じで決めずに、未知の可能性や化学変化っていうものを楽しみに進んでいただけたらいいんじゃないかなと思いました。はい、そんな感じです。もしこのメッセージ良かったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちなみにですが、11月の30日に YouTube ライブを行う予定です。それはちょっとカペラノートの説明をね、したいなって、質問に受け付けたりとか、カペラノートの説明するんですけれども、ぜひもしタイミングが合う方はお立ち寄りいただければ嬉しいです。そしてコメントとかいただけると嬉しいです。では最後にもう一枚引いてみますね。って言って出てきたのがこちらでしたね。このカードを見て何か感じるものがあれば、皆さんもご自身でメッセージ受け取ってみてください。いいですね。自己需要っていう感じ。やっぱり自分を一番認めてくださいねとか、自分に許しを与えてくださいねと、自分にもっとよく頑張ったよとか、これでいいんだよっていう自分をね、本当に認めて晴れやかに進んでいってほしいなと思いました。許されてるって感じですね、これは。はい、ということでありがとうございます。またすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。